にちは。今回は当時マタンザブローは仮面ライダーになりたい第10話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。タックルが死んだのはストロンガーが悪い。言えたじゃねえか。自分をタックルだと思い込んでる異常者やん。言えたじゃねえか。ユカリスに心配されててくさ。タックルが途中で死んだのはメタ的には役者都合です。辛い現実。草。そうなんだ。毒殺じゃ稀によくある退場できない役柄なら中身だけ交換やスケジュール的な問題。声カヤノン、どこが投げなんだ。投げてない。カヤノン頑張れ。カヤノン声切ったな。カヤノン渾身の演技。カヤノンすげえわ。カヤノンの熱演。これは死んだ。死んだだろその角度。すごい技が決まったぞ。すごいアニメだ。主役が負けるとかないやろ。訳されがただの漫画家じゃないことがわかるだろ。エアマスターは主人公が無双してたのに、タックルも怪人と渡り合えるくらいの強さなの。ライダーマンといタックルとい勝利予想を外してくるな。作者の趣味だろうか。負けちゃった2人は今後どうするんだろう。1号ライダーも V3 も敗れた時は大特訓で強敵に再挑戦した。もう教師じゃなくて格闘技やれ。エアマスターに出ても相当強そう。エアマスターと同じ世界なんだっけ。トーナメント今週で終わると思ったけど、来週またいだか。演出もりもりにしたからな。初めてタックルすげえと思ったわ。結果タックルが一番強かった。タックルの担当女優は当然アクションなんてしたことなかったから、辻褄合わせのために電波投げが渡採用されたらしい。ライダーがとんでもなくタフだったのは何だったの。異常な仮面ライダー愛力。ライダー愛。ライダー愛だと何度言えばわかるんだ。脳と同じだな。お面かぶってる時だけ仮面ライダーが降りてくる。ちょうど今激高仮面でやってる話と同じや。展開とかストーリーじゃなくてその場の勢いが全てなんよ。一番強いのはタックル確定かよ。中途半端に終わりそうだけど人気あるのか。やったでまたタックル会。いや次のネタバレすんなよ。ちょっと作品タイトル考えろよカヤノン。まあ大体タックルが勝つと思っていたけども、 G ガンダム並みにひどいネタバレタイトル。決勝はすぐ終わりそうだな。タックル、怪人相手にはそんな活躍なかったのに。いやー面白かったか。最高1時間だったわ。タックル最強とか何考えてんだ。お面さえあれば東島は不死身なのかな。なんであのお面壊れないの。愛ですよタックル。東島さんはショッカー相手だと異常なバフかかるから。ソシャゲかよ。連載漫画なら勢いは大事。大体は勢いだけでなんとかなる。予想を裏切ってくるな。何も因縁ない決勝になった。やっぱあれだな。スーパーロボット系には精神コマンド必中が必須ってのはよくわかった。ライダー2号を忘れていたな。って言いながら2号のライダー愛力が高い人に出てきてほしい。今の時点では座の1号っていうよりは力の2号だからな。この世界は仮面ライダーだけいないのはなんでなの。そらお前、仮面ライダー見たらショッカーさんだってバッタ怪人作るの躊躇するやろ。結局ライダーマンもタックルも防御が完璧なんよ。1号も V3 もユカリスも攻撃しかしないから避けて当てられる2人が残っただけ。このアニメ1話見るだけで疲労感がすごい。ベストバウトだったこれまでの9話で。すげえな。漫画の雰囲気完全に再現してたぞ。いや、よくさる漫画の熱さをここまでアニメで表現しきってくれるとは思わなかったわ。すげえよ。タックルがこんなにも熱くかっこいいキャラだったとは。かっこよかった。すでに稼働フィギュアが欲しくなっている。巨乳の姉ちゃんがブルンブルンさせながら戦っとるのに、エロスより狂気とか恐怖のが勝ってる回だった。自動的に先生がクマより強い人間になりました。カヤノン演技すごかった。さすがや。このアニメほんとおかしい。褒め言葉。とりあえず救急車呼ばない。なんで最後罵倒したの。だっておっさんだし。
これが地戦闘員のユカリスが一番弱いまであるんじゃねえか。いつものよくサルワールドだな。こんな疲弊したらトーナメント無理だろう。それがトーナメントの醍醐味じゃねえか。そういえば最近のライダーは必殺投げないな。投げは素人が気軽に真似して簡単に大怪我につながってしまうから。長い舌持ってる友達と協力してファイナルベントする子供いただろうしな。なんで殺し合いしてるんだったっけ。特訓です。主人公負けるとは思わなかった。仮面が取れちゃってたからね。生命維持のためにお面でダメだった笑い死ぬ。マスク取れずに憑依みたいな状態続いていたら本当に勝負わからんかったかも。あんだけボコボコにやられたのに壊れない祭りのライダーお面が硬すぎる。異常度ミオさんの攻撃が一発でもまともに入ったらおしまい。お面外して強制停止。これでようやく新章だからおっさんの異常さもさらに際立った。お面でこれなんだから本格的なマスクをつけたらどうなっちまうんだ。お面をつけたおっさんの圧欲しい。俺も欲しい。脂肪体だけなんとなく知ってるけどそう嫌なんでストロンガーいなかったんだ。てかストロンガーも V3 も現場に行けなかったからああなっただけで見殺しじゃねえし。まあ2大ベタックルとしてはストロンガーに行っていいだろう。来なかったというか来れなかったって感じだったよね。タックル VS ライダーマン最強決定戦。投げキャラ同士の対決か。意外な決勝戦になったな。おい予告でネタバレすんな。タイトルでネタバレすんな。昭和あるあるだから仕方ない。このトーナメント結構続くな。普通なら決勝は主人公 VS 一応となるところが、南海乗車が殴り合いしてるだけなんだけど作画の圧に当てられて見入ってしまったぜ。今回カヤノン自身のキャリアの中でも一番きつかったんじゃないか。全盛期千葉茂並みのハイテンション演技だったな。特訓だけどプラスになってんのか怪しすぎる。あの1号の面なんかの呪物じゃないのか。ホッケーマスク的な。生命維持でめっちゃ笑った。正直今までは解釈違いなシーンとか少し気になってたけど、最後の電波投げは原作超えたわ。だって原作の電波投げあんなんじゃないじゃん。ちょっと東島のおっさんがライダーってよりは怪人に見えたよ。無言で女性に襲いかかるとか。仮面ライダーは改造人間である。東島は自分で脳改造と肉体改造したようなもんかもしれない。まあおっさんクマ倒せるしな。しかしいい戦いだった。仮面割れをタックルで見れるとは思わんかった。オリジナルはヘルメットと覆面だからマスク破れはあっても割れは難しいしな。一般人だと殺す気で頭はたきつけないとおっさんには勝てないってことか。あんだけボコボコにやられても壊れない祭りのライダーお面が硬すぎる。タックルだけ仮面割れして東島のお面は割れんのかって思ったけど、あれ割れたら大事な何かを失いそうだな。死にそう。おっさんにお面じゃなくて本物そっくりのコスプレスーツ渡したら戦闘力大変なことになりそう。魔王おもちゃでもライダーベルトつけてるときはなんか興奮するしな。全身スーツなら偉いことよ。画面の圧がすごい。これは素晴らしいアニメだ。丹三郎負けて素直に悲しい。暖房いらずの厚さ。タックルの面割れてくとこ最終回でもおかしくない勢いだったな。男女関係なく分殴ってるけどよく歯とか折れんな。みんな耐久力もいかれてるからな。ゆり子さんにはライスピジョ版のストロンガー界を読んでくれとしか言えない。相変わらずかっこいいエンドカード。エンドカード毎回かっこいいな。毎週エンドカードのかっこよさが素晴らしい。毎度熱い演歌。今日のエンドカードかっけー。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。